この動画では今年染めたものを全部振り返って2022年の総集編にしたいと思います。染めた後のことや草木染め特有の色の変化などもご紹介します。それぞれの染め方については詳しい動画がありますので、概要欄にリンクを貼っておきます。それでは奥深い草木染めの世界をごゆっくりお楽しみくださいませ。こちらは思い出の花を使ってバンドルダイで染めました。バンドルダイとは布に染料を直接挟んでくるくる巻いて蒸して染める手法のことです。実はこの撮影の後数日経ってからもう一回明板の焙煎液に浸してみました。玉ねぎの皮を使っているので、ひょっとしてもう一回焙煎したら化学反応で黄色みが強く出るかなと思ってやってみたら、本当に今度は全体的に黄色くなりました。菜の花のような春らしい色合いになりました。テーブルクロスとして使うのもありなんですが、大きさが風呂敷にちょうど良いのでサラダボウルを包んでいます。いい感じですね。持ち寄りパーティーの時とかに使ってもいいかなと思ってます。そしてこちらは椿の花染め。お花見に行った帰りに椿の花がたくさん落ちていて拾って帰りました。染めた当初はもっとクリアなピンクだったのですが、半年以上経った現在ではベージュ系ピンクに変わりました。色が変化していくのも草木染めと化学染料染めとの大きな違いです。色は確かに変わっていくのですが、それは色が生きている証拠。自然とつながっていたいと願う私には、生きた色を身にまとうことはとても心地よいです。こちらは同じ毛糸で染めたシリーズです。これは白い部分を残してみかんの皮で染めました。カナリア色の可愛い黄色に染まりました。今年もたくさんみかんを食べて皮を集めていきます。これみかんで染めた毛糸で作った靴下とか、そういうのぜひ履いてみたいな。この2つは紅茶とコーヒーで染めてみました。やっぱりちょっと黄色みがベースに入ってて、こっちはちょっと赤みがベースに入ってるのかなって、違いを言えればそんな感じに見えます。この毛糸たちはソーラーダイで染めました。瓶に染料と毛糸を詰めてお日様の熱で時間をかけて染めるやり方です。これがおそらく世界で一番簡単な草木染めではないでしょうか。このとても簡単な染め方は一年中楽しめて、冬でも時間さえかければ染められます。私は紅茶の方が好きです。紅茶の方が染まりやすいっていうのと、こっちの方の柔らかい色の方が私は好きです。コーヒーも可愛いですけどね。コーヒ
コーヒーと紅茶染めの最大のメリットは、どちらもタンニンが豊富なので焙煎のプロセスを省略することができるという点です。コーヒー、紅茶なら季節を問わずいつでも染められるし、焙煎いらずでとっても手軽に染められます。草木染め初心者さんにもおすすめです。夏には愛の生葉でシルクスカーフも染めました。お気に入りはこちらです。こういうのを見ると、植物はやっぱり空とつながってるんだなと思います。こちらもソーラーダイでグラジオラスナスで染めました。お家に飾って楽しんだ後の花びらと、お料理に使わない皮とヘタの部分で染めました。ソーラーダイの素晴らしい点は、手間いらず詰めるだけで染めることができることです。どんな風に染まっていくのか、毎日変化を楽しめる点でも素晴らしい手法だと思います。これが今編んでるところが藍染め、こっちがグラジオラスの花で染めました。そしてこれがなんだっけ、ベリー、ハックルベリーで染めて、一番下がナスの皮とヘタの部分で染めました。もうすぐレッグウォーマー完成しますね。Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. 秋にはカモミールのティーバッグを使う簡単草木染めで、自分のためのリラックス下着を作りました。優しい色と柔らかい肌触りで着心地最高のインナーセットができました。履き心地の良いふんどしパンツの作り方も公開しています。特に最近は下着作りに興味があります。自分で染めた布を使って自分の肌に一番最初に触れる下着を作るって最高の贅沢だなと思うんです。
そして落ち葉で桜染めもしました。桜の落ち葉の中にまさに桜のような可愛いピンク色が眠っているということに感動しました。この時は絞りも入れて染めたのですが、その布でリラックスブラも作りました。こちらは私のお気に入りのローションバーと一緒にして姉にプレゼントしました。このムーンバレーの蜂蜜を使ったスキンケアシリーズはどれもおすすめです。でこちらは夏に染めたさらしです。まるでカラーパレットのようだと思いませんか？この儚い感じの色合いも草木染めの魅力の一つだと思います。じゃん、毛糸も染めました。私はもともと草木染めはリユーズやリサイクルという観点から興味を持ちました。野菜や果物の皮、しおれた花びら、落ち葉など身の回りのあるもので捨てたらただのゴミになってしまう前のものをありがたく使わせてもらって染めています。台所で気軽に安全に染めたいと思っています。いろいろ染めてみて思ったのですが、草木染めには目に見える美しい色だけではなく、それ以外の目に見えないものも確実にあるように感じています。なのでこの草木染めをもっともっと自分の日常に取り入れたいと思うようになりました。皆さんの2022年はどうでしたか？ご質問、コメントなどお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。それではまた。